こんにちは、たかしです。本日は12月9日土曜日、週末ですので、来週11日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在ポンド円は上昇トレンド中ということはお話ししておりました。高値を切り上げ、そして安値を切り上げというところで上昇トレンドだったんですけれども、このピンク丸の安値を下抜けてくると、この冷やしの上昇トレンドっていうのは一旦終わりを迎えるというところです。つまりここで目線が切り替わるんですね。178円を下抜けると、ここでこの冷やしの上目線っていうのが下目線に切り替わってきますので、このラインっていうのは結構重要だったんです。それが木曜日に一旦そのライン付近まで下落して、金曜日はそこから反発の上昇をしてきております。かろうじて今冷やしの上目線っていうのが維持されている状態です。つまりざっくり言うとこういう今レンジなんですよね。こういう平行チャンネル、ちょっと平行チャンネルとしては綺麗じゃないんですが、この黄色丸の高値、そして黄色丸とピンク丸の安値を見ていくと、なんとなく平行チャンネルっぽいのが引けますよね。その下限付近からの現在反発というところです。そう考えると、この平行チャンネルの下限付近から次は上限付近を目指して上昇していく可能性もありますよね。ただし今冷やしの GMMA を下抜けてきておりますので、基本的に上昇すればおそらくこの GMMA の青帯付近はレジスタンスになって再び下落していくと考えられますので、今は一旦上昇中ですが、この上昇が GMMA の青帯を上抜けてくれば、この直近の高値の188円付近を上抜けるような上昇になると考えますが、現在はまだ GMMA の下にありますので、ここから上昇していっても、今ですと 185.8 付近、このオレンジのラインぐらいを上抜けられるかどうかっていうところは微妙なところですね。ただし金曜日は長い下髭陽線になってきておりますので、おそらく月曜日、火曜日付近は上昇方向に動きやすいと考えます。ストキャスティクスも安値圏からゴールデンクロスしてきておりますので、やはり上昇方向に動きやすいとは思いますが、マクディかなり弱いので、もしかするともう一度ダブルボトムみたいな形で金曜日とか木曜日の安値を目指してもう一回下押ししてからの上昇になっていく、もしくは現在地付近で揉み合ってからの上昇になっていくみたいな、そんなすぐにどんどん上昇していくという印象は持てないですね。なのでもうしばらく揉み合ってからの上昇になるというイメージを持っておいて、一旦は短期的には上昇方向に動きやすい、その中で大枠では大きくは戻り売りなんですけれども、月曜日火曜日付近は上昇しやすい試合にありますというところです。では4時間足です。4時間足ではかなり揉み合ってますよね。なので、日足では長い下髭の陽線になっていたので、ここから上昇しそうにも見えますが、4時間足を見ているとちょっと上値が重いなという印象を受けます。ストキャスティクスは上昇中です。まだもう少し上昇余地がありますが、過去のこのデッドクロスとかの位置とも近いですので、現在地付近から一度折り返して下落していくっていうことも考えられます。もしくはもう少し上昇余地があるので、もうちょっと上昇するかもしれませんが、そうするとこのオレンジのラインですね、182.8 付近、もしくはこの白のライン184円付近ですね、その付近から折り返していくということも考えられます。4時間足は今下落トレンド中です。 GMMA の青帯は下向きですので、基本的には GMMA の青帯とのこの乖離を解消に動くと思いますので、もうちょっと上昇余地があるんですが、上値が重く現在地付近で横向きの動きをするのであれば、 GMMA がだんだんと下がってきて、それに合わせて次下落に向かっていきますので、もうちょっと上昇余地はあるんですが、今の上値の重さを見ていると、もしかするとこのまま値幅調整で上昇するというよりは、横の動きからの下落になっていく、再下落ですね、そういう可能性も考えておきたいです。まずは一旦 GMMA の青帯との乖離を解消に動いていく可能性が高いとは思っております。では1時間足です。1時間足を見ていると、今アセンディングトライアングルみたいな形にも見えるんですが、かなり上値が重いので、週明けここから一
1回下落しそうな、そんな形にも見えてきます。現在は GMMA の青帯に接触、ストキャスティクスもデッドクロスしそうですよね。なので週明け、もし下落から始まるのであれば、この木曜日の安値もしくは金曜日の安値ぐらいまで一旦下落してからの次の反発上昇の動き、こんな感じですね。こういう動きをイメージしておきたいですね。ただ深めに押しを作ってくる可能性、もしくはこの木曜日の安値を一旦下回るような、そういう深い押しになってからの上昇っていうところも考えられますので、その辺注意ですね。どこまで深めの押しを作るかわかりませんが、どちらにしても今日足単位での反発に入っていると思っておりますので、ここからは一旦上昇方向には動きやすいと思いますが、上値も重そうですので、どんどん上昇していくというよりは分かりにくい上昇の仕方をするんだろうなというふうに考えられます。現在はまだ GMMA の下にありますので、基本的には戻り売り、この下落トレンドなんですね。下落トレンドなので基本的には戻り売りです。ただ日足の反発をしそうですので、その戻り売りなんですが、一旦上昇していくだろうなという、そういう目線で見ております。4時間足の GMMA がこの辺りですね、この白の水平線184円ぐらい、183.913 というこの白の水平線付近にありますので、その辺ぐらいまでは上昇してくるかもしれませんけれども、そのためには1時間足の GMMA をまずは上抜けないといけません。1時間足の GMMA を上抜けて、そこにサポートされて上昇すれば184円ぐらいまで上昇していくと思います。イメージとしてはこんな感じですね。GMMA を上抜けて、そして次 GMMA にサポートされればそこからの上昇で、一旦はこの辺り、先ほど言った184円付近、ただ今この下落ですね、ここのダラダラっていう下落気になります。もしかするとこの辺り186円ぐらいまでは上昇していくかもしれませんが、上昇するためには GMMA の青帯でサポートされないといけませんので、まずはこんな感じですね。GMMA の青帯をしっかり上抜けて、そこにサポートされてからの上昇っていうところを見ておくと分かりやすいと思いますので、上昇方向にトレードしようと考えているならば、まずは GMMA の青帯を上抜けて、そこにサポートされてからの次の上昇の流れに乗っていくか、もしくは金曜日とか木曜日の安値に再び下落してきて、そこで下げ止まってからの次の上昇の流れ、つまりダブルボトムでの上昇、もしくはトリプルボトムか、そのあたりですね。そういう上昇をイメージしておくのがいいと思います。それから下落方向にトレードする場合は、現在地っていうのは1時間足の GMMA にも接触しているし、ストキャスティクスもデッドクロスしそうなので、ここから一旦月曜日下落しそうな雰囲気でもありますので、ちょうど現在地付近っていうのはここからの下落をイメージできます。また先ほど4時間足の GMMA に接触するところと言いましたが、このあたりですね、184円ぐらいまで上昇してきて、4時間足の GMMA と接触すれば、そのあたりからの下落というところも考えられます。今は1時間足を見ても4時間足を見てもかなり上値が重そうに見えますので、ここからは下落優位だとは思っておりますが、もし週明けですね、強めの円安か何かで大きく上昇、強く上昇してきた場合は、しばらく上昇していくと思っておいた方がいいかもしれません。では次はドル円の日足から見ていきましょう。こちらも同じですね。ポンド円とドル円、今同じような動きをしております。こちらも長い下髭の陽線です。ただしこれ、オレンジの平行チャンネル、ここを下抜けてきてますので、もう一段安を見ているんですね。ポンド円ももう一段安になる可能性はあります。で、ドル円ももう一段安になるかもしれないですし、ならずにこのまま上昇していくかもしれませんが、一応今のところは基本的には下落してきて、GMMA の青帯の下に深く潜り込んでおりますので、今一旦の反発上昇ですが、そこから再び下落してきて、このあたり140円とか 139.5 付近、この白の水平線付近ですね、このあたりまで下落していく可能性があるとは思っております。そしてどちらも現在は日足の反発に入ってますね。今ストキャスティクスは安値圏から上昇方向に動いてきておりますので、週明けは一旦上昇方向をイメージしておきたいです。では次は4時間足です。4時間足も GMMA の青帯でずっと綺麗に下落してきてますよね。GMMA の青帯に接触して下落、ここもそう。同じように今3回 GMMA に接触して下落してきております。今回の上昇も再び GMMA の青帯付近まで上昇してくれば上値が重くなってくると思います。ちょうどここには白のトレンドラインもありますので、そのあたりから再び下落していくのか、それともそこを上抜けてこれるのかっていうところを見ておきたいです。意識されるラインとしてオレンジの水平線、もしくはこの赤い水平線、それと白のトレンドライン、このあたりを見ておくといいと思います。このあたりからの次の下落の流れですね。現在地っていうのも白の水平線にぶつかっておりますが、もうちょっと上に 145.9 付近、それから 147.2 付近、そして 148.7 付近、そのあたりぐらいまでの上昇を見て
て、そこからの次の下落の流れを見ておきたいですね。ただ、4時間足の直近の戻り高値っていうのはここですね。このライン 147.2 付近になりますので、この辺を上抜けてくると次は4時間足での上昇トレンドに入っていくかもしれない。そうすると結構大きく上昇する可能性があるので、その辺は上昇方向にトレードするのであれば見ておきたいです。基本的には今下落トレンドですので、そう考えると 147.2 というこの直近の戻り高値を上抜けてくるまでのところで強めの戻り売りが入ってくると思いますので、現在は上昇中ですが、この白のトレンドライン付近ですね、今2本ありますが、このトレンドライン付近っていうのは次上値が重くなってくるポイントになってくるのかなと思います。なので逆に 147.25 というこのオレンジのラインを上抜ければ大きく上昇しやすいですし、147.25 を抜けられなければ再びここで大きく下落していくだろうと、先ほど日足ではもう一段安をイメージしていると言いましたが、まずは木曜日の安値 141.5 付近、この辺りまでの下落を見ておきたいですね。今は一旦まだ上昇するとは思いますが、その上昇がどこまで続くのかっていうところを見ておきたい。で、基本的に月曜日上昇方向に動くと思いますけれども、今目線は下向きですよね。GMMA の青帯は下向いてますので、下落トレンドなので、今の上昇の流れは見送って、その次の下落の流れに乗っていく方がやりやすいと思います。ただしそれも 147.25 というオレンジの水平線を上抜けるまでです。そこを上抜けると目線が上に変わりますので、そこからは買い目線、ロング目線で見ていくんですが、それまでは戻り売り目線で見ておくのが分かりやすい。つまり現在の上昇にはついていかないですね。分かりにくい動きをしてくる可能性が高いですので、なので現在の上昇トレンドはあまりついていかない方がいいと思います。一旦上昇するのを待って次の下落の流れについていく方がトレードとしてはやりやすいんじゃないかと思っております。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯付近まで戻してきておりますね。これもポンド円と似たような形です。ただポンド円よりドル円の方が上昇しているんですね。ポンド円の方が上値が重い印象を受けます。ただしストキャスティクスやはり高値圏というところで週明け一旦下落方向から始まる可能性がありますね。1時間足の GMMA の青帯に今ぶつかってますので、まずはここをしっかり上抜けてきたら、そこからもう一段上昇していくと思います。その場合は先ほど言ってました白いトレンドライン、もしくは 147.25 付近、そのあたりまでの上昇を見ておくといいと思います。ただしその付近まで来ると次は4時間足単位の大きな下落に入る可能性がありますので、その辺は注意ですね。今この金曜日の上昇を見ているとすごく分かりにくい上昇だと思います。じりじりと上髭下髭を出しながらの上昇になってますので、こういうところでトレードをすると負けやすくなりますので、しっかりトレンドを作ったところですね、分かりやすくジグザグという動きをしているところはそのトレンドの流れに乗っていきやすいんですが、こういう上がったり下がったりという上髭下髭が多く出ているこういうローソク足のところでトレードをすると分かりにくいので、だから先ほども言いましたように今の上昇は分かりにくくなる可能性がありますよと。金曜日の動きを見ているとこの先月曜日っていうのも上昇するかもしれませんけれども、この金曜日の動きが継続するのであれば分かりにくい上昇になるので、その上昇についていくのではなく、上がりきったところから次下落するだろうというポイントを絞っておいて、そこからの次の下落の流れを見ておく方がトレードとしてはやりやすいし、あと利益幅っていうのも大きく伸ばしていけますので、まずは上がりきったところからの下落を狙ってみてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿しています。今回は利益確定ポイントの決め方というタイトルの動画です。もしこの動画だけ単品で見たいという方はノートで単品販売もしておりますのでご確認ください。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、そして知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。コメント詳細は Twitter に時々上げてますので、よければそちらもご確認ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。